日本史中章と義時。源中章は将軍源実朝に重用されて、幕府の政所別当が5人から9人に増員されると別当に就任する。さらに北条義時を飛び越えて上座の地位となったことから、中章と義時の対立が表面化した。源中章と北条義時の関係を詳しく見ていこう。源中章の青年は不詳だが、公家の源光遠の子として生まれている。父の光遠は宇田源氏の出身で、後白河法皇の近臣であった。そのため中章も若くして後鳥羽上皇側近の儒学者として仕えている。また1200年正治2年頃からは在京のまま鎌倉幕府の御家人の資格を得ている。1203年建仁3年6月、第2代将軍の源頼家が北条時政と対立。頼家は全成を殺害させると、京都の東山延年寺で出家していた全成の三男雷禅を源中章に命じて誅殺させている。さらに同年9月、北条時政が比企能員を殺害して頼家を伊豆に追放する。そしてまだ12歳の源実朝を将軍に据えて時政が幕府の実権を握った。この頃源中章は実朝の教育係として都から鎌倉へ下校したとされている。中章は翌1204年建仁4年の正月に行われた将軍実朝の読書始めで自読を務めている。源中章は後鳥羽上皇の近臣でありながら鎌倉幕府の御家人となったため、上皇のスパイだったというのが定説となっている。中章が儒学者として実朝に朝廷を敬うべきことなどを君臣の道を熱心に教えたために、実朝は朝廷文化に強烈に憧れるようになっている。中章は幕府が請け負った代理の修復などのため、定期的に鎌倉と京都を往復した。この頃都で中章の訪問を受けた新古今和歌集を編纂した藤原定家は、中章があらゆる学問に通じた侮れない人物であると著書「明月記」に書き残している。牧氏事件で北条時政と牧の方を伊豆へ追放して幕府の実権を北条義時が握る。1216年建保4年、中章は鎌倉での活躍が認められ大学の神に任じられている。そして同年、幕府の政所別当が5人制から9人制に改編されると、中章は政所別当にも就任する。しかも実朝のお気に入りの中章は大江広元に続く政所の2番目の地位に収まり、北条義時や弟の北条時房らの上座についている。さらに大江広元がやがて失明して十分な職務が遂行できなくなることから、中章は実質的には政所のトップになっている。このため幕府の中枢に参入する中章が朝廷のスパイだと警戒していた義時ら鎌倉の御家人たちとの対立が表面化する。この頃から実朝が中章の影響で朝廷からのより高い官位を次から次へと希望するようになっている。ある時義時は大江広元と
高い官位を望む実朝を諌めている。すると実朝は跡継ぎのできない自分にとってこの世に生きた証を残すことができるものは朝廷からの官位だけである。故に私はできるだけ高い官位を望むのであると答えている。そしてその後も異例の昇進を遂げた実朝はついに右大臣に任じられる。1219年建保7年1月27日夜、右大臣拝賀の儀式が鶴岡八幡宮で挙行された。京都からは実朝の御台所信子の兄の坊門忠信や藤原国道ら公家の5人が参加していた。藤原国道の妻は北条時政と牧の方の間にできた娘である。儀式を終えた実朝に突然星姿の公暁が着物の裾を踏みつけて動けなくした上で切りつけた。そして倒れた実朝の首を切り落としている。同じ星姿の3、4人がさらに現れ、実朝に付き添っていた源仲章を公家たちの目の前で切り殺している。この事件前後の記述が吾妻鏡と愚管抄ではかなり違うのでご紹介しよう。まず吾妻鏡では北条義時が鶴岡八幡宮で体調に異変を感じて源仲章に太刀持ちを交代して帰宅したとしている。そして太刀持ちを務めていた仲章が北条義時と間違えられて実朝と共に討ち取られたとしている。公暁は実朝の子宮を高く掲げて親の敵を討ち取ったと叫んだという。一方の愚管抄では鶴岡八幡宮の注文で北条義時は実朝にとどまるように命じられたという。そして儀式が終了して松明を持って先駆けをしていた仲章が実朝と共に討ち取られたと記述されているのである。以後の記述は似通っているのだが、当日事件に遭遇した公家の一人に慈円が取材して書かれたのが愚管抄である。そのため愚管抄がより真実に近いと思われるのである。故に公暁たちは実朝と共に源仲章もターゲットにしていた可能性がある。幕府の関係者にとって源仲章は朝廷のスパイであり、機会があれば消し去るべき人物だったのかもしれない。実朝暗殺の黒幕については以前の動画で詳しく述べているためここでは触れないが、源仲章は京都から下校していた公家たちの面前で実朝と葬られた。この事件の約2年後に朝廷と幕府の戦争である承久の乱が起こるのである。この事件は明らかに幕府の朝廷への挑戦状であり宣戦布告であった。そして源仲章は朝廷の最初の犠牲者であったのである。北条義時がこの事件にどのように関与したかは今後も研究が必要だが、義時が仲章の死去によって胸をなで下ろしたことだけは間違いない。この事件が後鳥羽上皇を震撼させ、さらに激怒させ、やがては承久の乱へと駆り立てていくのである。